皆様こんにちは。宇治原実です。世界に誇る日本人の心、副題として日本人こそ聖書の民だったというテーマで皆様とご一緒に考えたいと思います。本日のテーマです。インドネシアと日本、心温まる絆。本日のポイントです。日本の敗戦の2日後、インドネシアは独立を宣言しました。長年統治していたオランダはこれを認めません。再び力ずくで取り戻そうとし、4年半激しい戦闘が続きました。独立に貢献したのが日本統治時代の教育と軍事訓練、それに旧日本軍の武器です。加えて終戦後もインドネシア独立のために戦い、命を捧げた残留日本兵の活躍でした。インドネシア国民は決してこの恩を忘れないのです。前回ご紹介いたしました村山談話です。日本がアジアに多大なご迷惑をおかけしたことへのお詫び。それがこの内容です。しかしその反対にパラオをはじめ本日取り上げていますインドネシア並びにアジアの多くの国々は日本への心からの感謝を表しています。多大な迷惑を受けたはずの国民が感謝の念を、しかも76年も経った今も日本に伝えてくださっているということは、村山電話が間違っているという証拠です。そして誤ったメッセージを世界に発信したという何よりの確かな証拠です。この言葉に今日も日本人は残念から縛られています。そして隣国はこの村山談話を外交カードに使い、日本を攻撃し続けています。日本の尊厳を取り戻すという大切な時期を今私たちは迎えているように思います。さて、インドネシアという国のご紹介をいたします。13,000以上の島々からなり、約300からなる多民族国家、人口2億4,000万人と、世界第4位の人口大国で、ほとんどがイスラム教徒です。信仰は別として、これらの条件がインドネシアの独立にマイナスの影響を及ぼしてきました。言語が多すぎて、国語としての統一が難しいこと、国土の多くが島々で分断され、往来が不自由であること、また何より300からなる多民族で国家という概念が育ちにくかったのです。オランダは340年間、インドネシアを植民地支配し、搾取し続けたのです。340年という歳月はあまりに長く、大英帝国に支配されたインドと同様、オランダに立ち向かう気力すら残っていませんでした。ところが、大東戦争が始まり、1942年2月末から3月にかけて、日本軍はインドネシアに侵攻し、オランダ軍を圧倒的な力で打ち破りました。3月10日、オランダ軍は日本軍に全面降伏しました。解放軍として迎えられた日本軍の写真です。インドネシアの国民に勇気を与えました。到底勝てないと思っていた諦めは勇気へと変わりました。日本軍はオランダ植民地政府に軟禁されていたスカルノやハッタなどの民族主義運動の活動家を解放しました。後の大統領となるスカルノや副大統領となるハッタと協力体制を敷きました。インドネシアという呼び名を公式に使うことを許可しました。公用語をオランダ語や英語からインドネシア語に変えました。急激な改革により、教育現場でも当初は大きな混乱が起きましたが、そのおかげでインドネシア語が短期間で公用語となり、独立の大きな役割を果たしました。強調すべき点として、日本軍が設置した郷土防衛義勇軍、通称ペタがあります。大東亜戦争中の1943年10月、日本軍政下に置かれたインドネシアのジャワで、民族軍として結成された
軍事組織のことです。同様の組織は、バリ島、スマトラ島、マレー半島でも結成されました。日本の敗戦後、1945年8月19日付で解散されましたが、この郷土防衛義勇軍出身のインドネシア人が、その後のオランダとの独立戦争で、インドネシア側の武装勢力で中心的な役割を担いました。日本におけるインドネシアの統治が1942年から行われるようになり、子供たちの学びの場、千早学塾のほか、管理養成学校、師範学校、農林学校、商業学校、工業学校、医科大学、商船学校などが開設され、短期間に10万人以上のエリートが育成されました。このように、行政間の教育や軍政が日本軍によってなされ、インドネシア軍である郷土防衛義勇軍が原田熊吉ジャワ派遣軍司令官の尽力で設立されました。ペタは義勇軍と士官学校を合併したような機関で、総勢3万8000人の将校が養成されました。ペタはインドネシア人部隊長が自ら各々の部隊を率いる民族軍部隊として構想されたものです。敗戦の2日後、1945年8月17日、スカルノ大統領が独立宣言を発表しました。周到な準備がありました。しかし、オランダとイギリスはそれを認めず、以前の植民地支配を取り戻そうと、再びインドネシアに進軍してきました。インドネシアは4年半にも及ぶ独立戦争を勝ち抜きました。その経緯をお話しいたします。日本の敗戦により、インドネシア独立派は独立戦争遂行のため、旧日本軍に武器の引き渡しを求めました。しかし降伏した日本軍は、連合軍の進駐が整うまで、治安維持の責任とともに、所有兵器を完全に保持して、連合軍に引き渡すこと、住民の独立援助や兵器引き渡しが厳禁とされていました。インドネシア共和国軍は10月に設立されました。しかしながら、武器もない、弾薬もない、食料もない、医薬品もない、あるのは兵士の愛国心だけという部隊でした。インドネシアは日本軍の武器は喉から手が出るほど欲しかったのです。日本軍は古くて使用に耐えない武器を廃棄すると称して、再組み立てが可能な程度に分解し、インドネシア側が回収しやすいような場所に故意に捨て、かなりの武器が密かにインドネシア軍に流れました。この過程で、日本軍からインドネシアに流れた武器は6万点と言われています。日本軍の使い古した武器は貴重品でした。1945年の敗戦後、インドネシアの日本軍兵士たちの多くはすぐに帰還しましたが、中にはインドネシアの独立運動のために、インドネシアの青年たちと一緒になって軍事訓練を行った日本兵たちの一部が残りました。日本政府がインドネシアの独立を約束したのに、それを果たさなかったことを彼らは憂いました。嘘をついたことになります。インドネシアが再びオランダの植民地支配に戻ることに耐え難かったのです。日本には家族がいる。戦争終わった。残れば不名誉な脱走兵と呼ばれる。それでもインドネシアの独立のために命を捧げました。そして1950年にインドネシアが独立するまでインドネシアにとどまりました。インドネシア青年義勇軍と一緒に独立戦争を戦った日本兵は少なくとも2000人と言われています。その半数は命を落としました。武器もさることながらインドネシアに最も不足していたのは戦闘の指揮者です。郷土防衛義勇軍ペタ出身者だけでは不足し、残留日本兵が戦闘指揮者としてインドネシア軍に参加し大活躍しました。オランダは最大
12万の兵を追い込みました。激しい空爆も繰り返しました。しかし、インドネシア軍は大した武器もないのに持ちこたえたのです。1950年、国連の調停により戦争は終結し、インドネシアはついに独立を果たしました。インドネシア独立戦争に参加した残留日本兵のうち、戦死が確認され遺体が収容されたものは各地の英雄墓地に埋葬されています。日本の皇室政治家がカリバタ英雄墓地を訪れ、参拝献花を行っています。安倍晋三元首相のツイッターです。2015年4月22日。バンドン会議60周年首脳会議出席のためインドネシアを訪問中、国立英雄墓地を訪問し献花をいたしました。インドネシア独立戦争に参加した日系人28人の方々も埋葬されています。とあります。1958年に訪日したスカルノ大統領は日本への感謝の意を表し、特に貢献度の高かった2人の元日本兵に感謝の言葉を送っています。独立は一民族のものならず、全人類のものなり。スカルノ。また、1987年にアラムシャ第三副首相が訪日した際には、ペタでの訓練及び人材育成と多数の経験豊かな有志将校が勇猛果敢に独立戦争に参加してくれたことが我々を有利な方向に導いてくれたと謝意を表明しました。日本軍政がインドネシア社会に大きな政治的インパクトを与え、ナショナリズムを刺激しました。植民地から解放されたことで民主化を果たすことができました。インドネシア教科書に描かれた日本軍政について、毎日アジアビジネス研究所コラム小川忠のインドネシア目線から抜粋させていただきます。第二次世界大戦の歴史については、インドネシアの若者の方が日本の若者よりもずっと多くの知識を学んでいるということです。なぜなら、日本軍によるインドネシア占領はインドネシアの独立に直接つながる歴史であり、この国のアイデンティティの根幹に関わる重要学習事項であるがゆえに、授業の中でしっかりと教えられています。一言で言えば、日本の支配はインドネシア民衆にとって欠乏と重労働を強いられた厳しすぎる統治であったにもかかわらず、そうした待望を知る日本軍政府にも肯定的な側面があったと教科書は論じています。まず、軍事知識を身につけた青年組織を生み出したことである。日本敗戦後のインドネシア独立戦争時において、日本軍の軍事教練を受けたこれら青年たちが、インドネシア国軍の指導者になって、オランダや連合軍との闘争を戦い抜いた。また文化面では、日本軍政府はオランダ語使用を禁じ、代わってインドネシア語を推奨する政策を採用しました。これにより、政府の公用語、学校での教育言語として、インドネシア語が用いられるようになり、その普及の道を開いたといいます。とりわけ、1943年10月に、日本軍政府が設立したインドネシア語整備委員会は、語彙、文法の編集を担い、近代インドネシア語の確立に歴史的な役割を果たしたのであると記しています。パラオの教科書といい、このインドネシアをはじめアジアの独立国は民族のアイデンティティを失う教科書を自分たちの手に取り戻しています。そこに精魂を傾けています。教科書こそ国の未来を担う若者たちを作るということを皆よく知っているからこそ真剣なのです。日本はアジア諸国に独立の精神を注入し、自国の言語を取り戻し、民族自立の精神を育てたのです。一方、私たちの国、日本はどうでしょうか。歴史の授業は、小、中、高校とも、
最も大切な近現代史はすっ飛ばしています。歴史は暗記が中心で、受験や試験用に丸暗記する無味乾燥な学科となってしまいました。正しい歴史を教える教科書は、未だ真に日本を愛する日本人の手にはないのです。歴史教育の重要さを今度は私たちの方が教えていただく番ですね。終わりに、日本がアジアを解放した精神の根源についてお話しいたします。日本人が昔から持っていた人類が皆平等であるという考えの由来を私は聖書の中に見出しましたのでご紹介いたします。今から3500年前です。一つの集会として、定めはあなた方にも、在留異国人にも同一であり、世々にわたる永遠の定めである。主の前には、あなた方も在留異国人も同じである。あなた方にも、あなた方のところにいる在留異国人にも、同一の教え、同一の裁きでなければならない。旧約聖書民数記15章。イスラエル人も、その中に住む外国人も、立場は違っても、奴隷と自由人という意味ですね。人間として取り扱う法律は同じでなければならない。と言っています。すごいことです。それが奴隷であっても、人間としては同じだからこそ、同一の法律で裁かなければならない。これは永遠に変わらない掟であると、神は言われる。欧米諸国はキリスト教国だと聞いてきました。果たしてそうでしょうか。宗教としてはいわゆるキリスト教ですが、植民地支配を続け、現地の人間を奴隷や家畜のように扱う考えは、おおよそ聖書とは無縁です。むしろ、日本人こそふさわしいと思います。それが、かつてイスラエルの散らされた部族がシルクロードを通り、日本に来たからこそ、日本が受け継ぐことができました。日本人こそ聖書の民だったと私が毎回申し上げる根拠です。私たちには忘れてはならない、どうしても語り継がなければならないことがあると思います。それは戦争の悲惨さだけではなく、日本人としての誇りではないでしょうか。世界に感動を与えた日本人の素晴らしさは、人類平等の精神でした。それでは次回のご案内です。インドネシア独立を支えた日本。感動的な欧米の評価です。日本がオランダをインドネシアから追い出しました。恨みを買って当然ですね。しかし、日本のアジア解放を称賛し、欧米諸国の植民地支配という欺瞞を発しているのです。よろしければチャンネル登録、ご感想いただければ嬉しいです。本日はご視聴いただき誠にありがとうございました。次回は第3土曜日10月16日です。